でそれで一番大事なのは冬至なんですよ。で冬至は実はカレンダーという暦の最初の起点だったんです。最後大晦日は2つあるんですよ。寝ちゃダメなんですか？で朦朧としてぶったれて寝て、要はお通じが来るわけですよ。とにかく朝起きた瞬間に用意して火かき上げるんですよ。サムライトレーニングチャンネル、略してサムトレへようこそ。本日も父帝兼次通りよろしくお願いいたします。今回のテーマは年末年始の過ごし方についてになります。年末年始より先にまず冬至があると思うんですけど、この冬至っていうのはどんな節目になるんですか？冬至を知ってるんですね。暦って複数絡んでるんですね。今で太陽太陰暦とか、1年365日を12で割って、その12っていうのは、月が地球の周りを一周するので計算してますよね。30日前後で、そういう形で実はカレンダーっていうか暦っていうのは、結構いろんなものが複雑に絡んでるんですよ。その中で、冬至夏至っていうのはいわゆる太陽と地球とが一直線になる線ですよね。それを基準に、冬至と夏至が組み込まれてて、そのまた4分の1で、それぞれありますよね。でそれで一番大事なのは冬至なんですよ。で冬至は実はカレンダーという暦の最初の起点になってるんですよ。起点、最初の。そう。だから実は冬至が暦作る時には1日目なんですよ。初日。ですから隠れた暦の中でいうと元旦なんですよね。冬至が。そう。で冬至から数えて基本的には作物を植えていくんですよ。そうなんですね。だから人間としてはいわゆる大晦日とか1月1日からやった方が都合がいいんでしょうけど、植物からすると冬至から始めた方が都合がいいんですよ。そこから何日後に稲を植え始めるとか全部そこから計算が始まってるんですよ。ですからその冬至もやっぱり生物的にはすごい大事な日なんで、そこからまず人間もね生物の面がありますから考えた方がいいんじゃないかっていう話。そういうことです。本来の人間にはその冬至を1日目として考えていった方が合ってるんですかね。その方が季節とかの感覚とかがしっくりしてくるかなと、そういうところですね。要は季節を取るか、時間を取るかみたいな感じ。太陽を取るか月を取るか、いろんな考え方で暦っていうのは組み上がっていくんですよ。ですから一番複雑、いわゆる先日使っているのは鬼門遁甲なんかはもっと数が多い13近く暦使ってますね。それがそれぞれ出てくると。そうやって計算でどの暦を使うかをからここはこの暦が出てくる。でここで引っ込んで違う暦が出てくるって感じで繰り返し、ですから暦がもし一つの空間を表しているんだったらすごく複雑な空間がここに重なってるんですよ。でどの空間を使うかで暦が決まってくると。で自然摂理に従って生きるんだったら冬至は一番初日っていうことで使いやすいです。ちなみにその冬至の過ごし方とかっていうのはあったりするんですか？ありますね。よく毎年近くの人にお伝えしてたんですけど、まず来年のことを考え始める初日だと思ってくださいと。ですから冬至から今年で言うと2025年のことを考え始めてねと。来年こういう年にしたいからってね、設計をしていく最初の日にしてほしいと。そういうことです。じゃあ年末とかではなくて冬至の日からそれを始める。そうですね。2025年の1月1日をキャンプか何かで考えると、キャンプ初日みたいなもんですよ。旅行行った最初の日が1月1日なんですよ。だからそれまでに準備が必要じゃないですか。それが冬至ってこと。そうしないとキャンプに行って現地調達すると苦しいサバイバルが始まるじゃないですか。そうですね。そういうことを皆さんやっちゃってるんですよ。だから追いつかない。だから最初に冬至から来年どうしようか、つまりキャンプを1年間365日続くキャンプをどう過ごすかを考えてねって言ってるんです。
改めてねサバイバルっていうかどうやって生きていくかを考えないと流されちゃうんですよ。そうですね。そうだからその日からちょっとせめて2週間近く、考えてねって話の、時間にしてるわけです。はい、その冬至っていうのは日が一番短いって言われるじゃないですか。だから冬至って言うんですか？一番短いっていうことは一番離れているところということは一番寒い日ですよね。寒い日。だから一番冬が極まった状態です。だからその日を境に今度は日が長くなっていくじゃないですか。ということは春に向かった最初の日ですよね。そうですね。だからその日から穀物をどの時期に植えていくかが計算しやすいんですよ。そういうことなんですね。そしてもうすぐ年末年始なんですけど、お正月っていうのはなんでお正月って言うんですかね？マサの月ですよね。はい、マサの月です。どうでしょうね。さすがにそれは僕もよくわかりません。ただ使い方というのかな。最初の正月っていうことは一番最初の月っていう意味もあるのかなと思ってて、で、三が日の特に過ごし方が重要になってきますね。冬至から始まって、大晦日、晦日のうちに一番最後だから代がついて大晦日。晦日月末のことを晦日って言うんですよ。そうなんですか。で最後の締めくくりだから、一番大事だから大晦日。実際は大晦日は2つあるんですよ。2つ？年2回。いつ？6月の末と12月の末。さっき冬至と夏至が大事ってお伝えしたでしょ。ただ夏至がある最後の月も大晦日なんです、本当は。そして冬至がある最後の月もまた大晦日だから、残っちゃったのはこの冬至側だけ残っちゃったんですよ。本当はだから冬至も夏至も同じことした方が一番いいんですよ。そうなんですね。で夏の方はどういう作物を植えるかっていう計画の方が最初前半で、後半はどうやって収穫するか考えるんですよ。だから夏至から始まるのは収穫の考え方、冬至から始まるのはその準備の時間、そうやって考えていただく。でどっちが基準かって言ったら冬至だっていうんで、それでその三が日特に大事なんですね。植えないとさて回収できないから。ということは何を植えていくかっていう農業のことを考えると、そういう計画性大事なんですよ。どういう種があるとかどういう種芋があるとかいろんなことを考えると、何が手に入るかどうかね。じゃないとその畑の使い方の回し方とかどこを休ませるかが追いつかないとね、その場その場でやっちゃうと間に合わないんですよ。状況によっては本当に1週間で以内に植えないといけないとか3日しかないとかあるんですよ。そこ外すと実がならないとかね。結構厳しいんですよ。時間の刻一刻と変わる変化に。だからすごく農業って時間が大事なんで、で冬至から考える、夏至から考えるで、それで収穫の時期、サクサク種を植える時期をしっかりと計画立ててるんですよね。初めて知りました。最初の月ですからね。で特にその最初の月の最初の三が日がまたどう過ごすかで、さっきは農業の話でしたけど、人生の方の内容で、冬至から始まって計画性を出して計画したものを大晦日で一回忘れるんですよ。でどんちゃん騒ぎして夜更かしして、でぶっ倒れて寝るのが正月の1日の夜だから、だから1月2日が初夢。初夢っていうんですか？最初に見る夢で初夢。だから1月2日の朝に起きてどんな夢見たかって大事にされてる。そうなんですか？だって冬至から考えて頭いっぱいになって、最後パンクして、で31日から12月ね1日の夜までどんちゃん騒ぎして寝ちゃダメなんですよ。寝ちゃダメなんですか？で朦朧としてぶったれて寝て、1月2日にお通じが来るわけですよ。それが初夢。だからその出てきた夢に対して忘れないように書くんですよ。それが書き初め。それが書き初めなんですか？だからなんか豆腐とか書いてる場合じゃないの。
里芋とか書いてる場合じゃないのよ、自分が見た夢を秘して、つまり隠して一言でガッと書く、一気に書く、朝起きた瞬間に用意して一気に書き上げるんですよ。みんな集まってじゃないんです。起きたら飛び起きたら、忘れないうちに書かないから。これがその当時から始まった計画性の最終の一言で収まった今年やるべき話のはずなんですよ。じゃあ何かをこう考えて書くわけじゃなくて、夢で見たものというか。考えるのは当時から始まって2週間考えてるでしょ。31まで考え切って頭いっぱいにして、それは頭の中で整理されて、かつ先ほどの神々がご神託があったら、一言で言えば、あるいは4文字で言えばっていうのが出てきたらしたためるんですよ。で書き初め、書き初めるとね。じゃあそれがもう当時から始まってるっていう。だからなんかね、1月1日に何書こうかなっていうのもいいんですけど、浸透的にしっかり使っていただくんだったら、もう一瞬ぐらいに書いていただいた方がいいかなと思います。そういう流れです。ちなみに鏡餅はこうなんで飾るんですかね。そこら辺も風習的なものだから、そこにもいくつかありますよ。新鮮なものもあれば、逆にちょっとおどろおどろしいのも聞いたことあるんでね。で一つはその神様に捧げるものとして、ほらご神体鏡じゃないですか。その代わりにその場所にお供えするって鏡餅、真っ白にして鏡の代わり、つまり神様のよりしろとしてご用意されている場合ね。だからそこに何日間かお宿りになって、よりしろとしてはお使いになって、7日なのか15日なのか、これも習慣によってお買いになると。とどまっているのがその何日間か分かりませんけど、その時によりしろとしてお使いになられると。その時に昔から鏡餅という、お米で作ってますから、お米って大変貴重な品じゃないですか。だからそれをお供えするっていう気持ちなのかなという。いろいろありますよ。いろいろあるけど解説すると長くなっちゃうので、でも大体のちょっと長いになります。本当にいろんな言い伝えありますんでね。ありがとうございます。今回のテーマは年末年始の過ごし方についてでした。サムライトレーニングチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク、シェア拡散よろしくお願いいたします。